数年前から一部のアーミーの間で言い争われてきたテテの絵文字の件。自分は虎なのか熊なのか、テテ本人が話題に出したことも、今回はテテの虎熊論争に焦点を当て、その結末をお伝えします。どうぞご覧ください。虎熊論争とは、まず虎熊論争について説明しますね。チンのことをハムスター、シュガのことを猫と表すように、BTS のメンバーにはそれぞれお決まりの絵文字があります。テテの場合はその絵文字が虎と熊の2種類あり、時々虎派のアーミーと熊派のアーミーが言い争うこともあったそうです。これを虎熊論争と言います。テテを表す絵文字の歴史としては虎の方が古く、メンバー共有のツイッターアカウントでテテ本人が虎を使用し始めたのは2017年2月のことです。BTS の公式ツイッターアカウントは同年3月から使い始めています。当時のテテのツイートを見返してみると、あちらこちらに虎の絵文字が、男の子の絵文字と虎の絵文字を並べてパク・ヒョウジクとのツーショット写真を投稿したり、文末に虎をつけてツイートしたり、かなり気に入っていたことがわかります。そんな中、公式が熊の絵文字を使い始めたのは2019年からで、これは同年8月にリリースされたテテのソロ曲「ウィンター・ベア」がきっかけです。最初はタイトルにちなんで使っていただけだと思いますが、次第にテテを表す絵文字として虎と熊の両方が使われるようになりました。ツイートによって虎だけが使われていたり、熊だけが使われていたり、時には虎と熊が並べて使われていたことも、どちらの絵文字にするのか公式も考えあぐねていたようですね。最後になりましたが、メンバー全員の絵文字はこちら。ジン、ハムスター、シュガ、猫、J-HOPE、リス、RM、コアラ、ジミン、ヒヨコ、テテ、トラオア、クマ、トラクマ論争、チョングク、ウサギ。これ以上合うものはないというくらい、どれも7人の特徴を捉えています。それぞれにぴったりの絵文字です。テテの意見は、2020年の誕生日ブライブの配信中、テテがアーミーたちとコミュニケーションをとっているとき、とあるファンが虎と熊の絵文字について質問するシーンがありました。テテは喧嘩しているんですよね。熊派と虎派の方々がと話し、ブライブを主張しているアーミーたちのコメントを確認。この時は熊派が多かったようで、スマホを見ながら熊派が多いんだ。熊が多いとぽつり。アーミーたちのコメントを見た後、テテはずっと熊って言われると、僕も熊の方がいい気もするので、トラさん、すみません。トラさん脱落されました。と言って拍手。テテの判断により、熊に軍配が上がりました。トラクマ論争にようやく終止符が打たれたと思いきや、テテは勝負に敗れた虎派のアーミーを配慮して泣いていらっしゃったりしませんよね。泣いているのなら訂正しますと発言。虎派の意見によっては熊の勝利を撤回するという意向を示しました。その後、ライブ配信が進む中、一人のアーミーがテテにコメントを寄せます。虎派の心身安定のために虎派脱落の発言を撤回してください。私はずっと泣くからね。ダメ。テヒョンは虎とのこと。テテはこの意見を受け入れ、虎の脱落を即座に撤回します。ウィバースを通じて熊の魅力と虎の魅力を詳しく教えてくだされば、僕がよく見てみて、こっちの方がいいと考えたいと思いますと、アーミーたちに新たな意見を求めていました。虎派と熊派、どちらも納得できるまとめ方です。いろいろな考えを持つアーミーたちに対するテテの優しさを感じますね。
メンバーの意見は、2022年3月19日に配信されたブライブに、メンバーたちがテテの絵文字について話すシーンが収められていました。会話の流れから、自身を表す絵文字の動物と道端で遭遇できるかどうかという話になり、テテが、僕は道で何に会ったらいいんだろうとメンバーたちに問いかけます。RM は熊と言い、ジョングクは兄さんは虎と返答。テテが続けて、ファンのみんなが喧嘩してるそうです。虎派対熊派で衝突と言うと、RM からインスタグラムの Q&A でアンケートを取ってみたらという提案が、それらのやりとりを隣で聞いていたジミンは、テテのことをじっと見て、最近は熊がよく似合ってる気がすると伝えます。テテは、そうと言い、ジミンとハイタッチ。嬉しそうに笑うテテの柔らかい笑顔に胸キュンです。ちなみに、このシーン以外にも、ジミンとテテの熊エピソードがあります。2021年11月28日に配信されたブライブのワンシーンにご注目。移動しようとして立ち上がったテテが部屋の電気に頭を強打します。痛そうな音が聞こえましたが、特に怪我はなかったようで、テテは手を洗ってくるよと言ってそのまま離席。ジミンはこの時のテテの行動をクマさんがこの電気に頭をぶつけてと話していました。ジミンのクマさん呼びが可愛くてキュンとします。ついでながら、2016年のサイン会で、テテに幼い頃のニックネームを聞いたアーミーによりますと、テテは赤ちゃんの時、お父さんからクマちゃんという愛称で呼ばれていたそうです。テテがクマちゃんと呼ばれているところを想像すると頬が緩みますね。なお、お父さんがお母さんを呼ぶ時のあだ名はクマ子ちゃんだったそうです。テテファミリーのあまりの可愛さにニヤニヤが止まりません。ついに決着。前述したように、数年前から争われていたテテの虎と熊の絵文字。ついに決着する日がやってきました。インスタでアンケートを取るという RM の提案を、テテは2022年3月24日に実行。どちらに決まるのか、アーミーたちはドキドキです。気になるアンケートの結果は、60% 以上の支持を獲得して、熊の勝利が確定。やっぱり、熊派の方が多かったようです。この結果を受け、テテは、熊の勝ちというコメントとともに、手を振っているようなポーズの熊の写真をアップ。アンケートを取るときに投稿された虎と熊の写真もそうですが、事前に様々な画像を用意していたのかと思うと、なんだか心が和みます。こうして、虎熊論争は終わりを迎えましたが、アーミーたちの反応はどうだったのでしょうか。アンケートに答えた時の SNS の投稿を調べてみました。まずは、熊派の意見をどうぞ。ステージ上のかっこいいテテも好きだけど、ぽやぽやクマちゃんのテテが好きなんです。どっちも可愛い。でも、私は、テヒョンにクマのプーさんみたいなイメージ持ってるからクマにしたよ。最近のテテはクマっぽい。クマを選んだアーミーは、ぽやぽやした可愛いテテにメロメロの様子。クマののんびりしたイメージと、テテのふわふわした雰囲気がしっくりきますね。続いて、虎派の意見はこちらです。頭では、クマを押そうとして虎を押してた私。私の潜在意識は虎ラブらしい。テテにはクマが似合ってるってわかってるけど虎にした。時々見せる虎のテテが好き。やっぱり、猫科の虎がテテのイメージ。オス感が強いテテが好き。デビュー当時のやんちゃな小虎のテテが好き。などの理由で虎を選ぶアーミーもたくさんいました。アンケートなので、ほとんどのアーミーが最終的にはどちらかを選択したようですが、一番多く見られたのは、パフォーマンスをバチバチに決めている部位の時は、虎、普段のぽやぽやしているテテの時はクマ。
どっちもテヒョンだから選ぶのが難しいという意見です。SNS には、トラっぽさもクマっぽさもあるから大好きなんだよね。選べない。クマもトラもどっちもテテちゃんだよ。V が、トラでテテがクマだから、トラクマ論争は永遠に終わらないなどと書き込まれていました。2つの魅力を持ち合わせているテテが素敵です。まとめ。今回は、テテのトラクマ論争をご紹介しました。勝負の結果はクマの勝利。2022年3月24日に行われたアンケートによって、テテを表す絵文字はクマに決定したかと思われましたが、気になる点が一つ。2022年のテテの誕生日に、公式ツイッターがトラとクマ両方の絵文字を使っていたのです。やっぱり、トラの絵文字も使い続けたいのでしょうか。もしかしたら、トラクマ論争はまだ終結していないのかもしれませんね。